皆さん、こんにちは。体調悪すぎて、心電図3回に血液検査を受けましたが、異常がないと言われた中の人の代理、木津あかりです。練習している翌日には CT 検査を受ける予定です。ということで、今回の動画では勝浦海中公園まで走ります。そしてこの区間では360度カメラでの録画に失敗していました。今回はドラレコで撮影した前後の走行風景をお楽しみください。
ろそろ勝浦海中公園に到着します。勝浦海中公園自体には駐車場がないので、海の博物館の駐車場を使うことになります。バイクなどの二輪置き場は博物館の横にあります。ここで降車してエンジンを切りました。ということで手押しでここまで持ってきました。ちょうど建物の隙間に停車する感じですね。こっちの建物は駐車場ですが、駐車料金は普通車なら2時間200円で、以後1時間ごとに100円のようです。その点バイクは無料で停車できるのでお得ですね。お目当ての海中公園の展望塔は道路を渡った先のようです。歩道を使ってくださいとあるので、建物沿いに歩いていきます。ちなみにこの後、海の博物館も入ってみました。入場料は一般が200円で、高校生と大学生が100円。中学生以下と65歳以上、障害者と介護者1名が無料になるようです。この日は、ノリの展示を行っていましたね。ノリの一生や絶滅の危機があるノリなど紹介していました。撮影しても良さそうな感じでしたが、念のため撮影はしませんでした。入り口にたどり着くと目の前は海。右側の方に入場券を買う場所があります。基本料金は高校生以上980円、小中学生480円、4歳以上が220円になっています。海の透明度によって料金が変わるのもポイントで、この日は透明度が悪かったので私は650円で入りました。営業時間は9時から最終受付16時30分の17時まで。定休日は年中無休ですが、好天の時に閉館することがあるそうです。では、海の中の展望台に行ってみましょう。そして、向かう途中にお出迎えする模型。石台と箱風の模型だそうですが、かなりインパクトがありますね。冬の営業時間終了間際だったら、辺りが暗くなっていそうだから、ちょっと恐怖を感じるかも。いや、その前に、箱フグってこんな色しているの？先に進むと、さすが海の上を渡る橋。水平線がよく見えます。この辺りの地層が露出しています。この地層は黒滝不整合という名称で、房総半島を東西に横断して存在する大規模な不整合だそうです。三浦層群と上総層群の境界をなす構造のようです。不整合とは重なっている地層と地層の間に大きな欠如があるもので、厚さ約500メートル分もの地層、時間にして100から150万年が欠如していると考えられているそうです。説明を見ても私にはよくわかりません。千葉の地層といえば、地質年代にチバニアンと初めて日本の地名に由来する名前がつきましたね。それを機に、千葉の地層10選と定められて、ここも選ばれているようです。地層と海が同時に見られるポイントですね。では、そろそろ展望台に入ってみましょう。中はエレベーターがなく、螺旋階段を降りていくことになります。階段も96段あるようなので、足が不自由な人は、控えた方が良いと思います。介護福祉士として言わせてもらえば、訪れるなら介助に慣れているヘルパーがついて、その人の責任でお願いしたいです。下にたどり着きましたが、やはり透明度が悪いです。窓のそばにいる魚は見えますが、ちょっと離れるとほとんど見れません。潮の流れが速いのか、なんとなく魚が流されている感じがします。ちょっと流される魚や、餌を食べる魚をご覧ください。正面から見るとなんかかわいい。窓にサザエが張り付いていました。というわけで海中の様子でした。では最後に空に注目したいと思います。空にはトビが飛び回っていました。そのトビのベストショットが撮れたので、それを流しながら終わりたいと思います。すぐ近くの柵にトビが止まって鳴き声が取れました。背後のカモもかわいい。ではこの辺りで
今回の動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。